こんにちは、隊長です。今回は夫婦で以前からずっと訪れたいと思っていた富良野美瑛へ行った様子を動画に記録しました。動画が少し長くなるので2回に分けて、アップしようと思っています。ちなみに今回の旅のしおりはこちらになります。富良野へは札幌の自宅から車で約2時間ほどで到着です。今回の旅でタオちゃんにはホテルでお泊まりをしてもらっています。一番最初に訪れたのは、夫のリクエストゆいが独尊というカレー屋さんになります。実は7年前の2017年、夫は北海道を車で一人旅しています。その時に食べてとても感動したとのことで、今回の旅行プランに加えさせていただきました。店内に案内していただくまでだいたい20分ほど待ちました。結構暑いなと最初思っていたんですけれども、風が心地よく待機中も全然苦ではありませんでした。我々と、一つ前に並んでいる男性たち以外はほとんど外国語というか日本語以外の言語を喋っており、とても人気なお店なんだなと感心しました。私は今日ゆいが独尊へ来る前、ネットにあったメニューをすでに予習しており、絶対にオムレツが乗ったカレーを選ぶことにしていました。カレーが到着しました。もう本当に美しいです。こちらは私が注文したオムレツカレーにポークをトッピングしたものになります。こちらは夫が注文したソーセージのカレーになります。こちらのソーセージは富良野近郊にある山桜でいぶしたソーセージを使用しているそうです。あとは、カレーに使用してあるスパイスを数種類ほど入れているとのことです。ここでルーが足りなくなったので、例のあれをチャレンジすることにしました。ありがとうございます。こんな通らない声に対してもルーを注いでくださる優しい店員さんに心から感謝し、我々はカレーを完食しました。とっても美味しかったです。さて、次の目的地ファーム富田さんへ向かいます。ファーム富田は1897年の北海道国有未開地処分法が制定以降、北海道へ移住してきた富田徳馬氏により1903年に現在の北海道中富良野町に開墾の桑を下ろしたことがきっかけでできた場所だそうです。その後は富田徳馬氏の孫の富田忠夫さんによりラベンダー畑をおよそ 1.2 ヘクタールにまで拡大したものの、1972年頃から貿易の自由化が始まって以降、価格の低い香料が広まり、翌1973年には近隣一帯のラベンダー農家がほぼファーム富田のみとなるほどに衰退してしまったそうです。
しかしその後、日本国有鉄道のカレンダーにファーム富田のラベンダー写真が紹介されたり、ドラマ北の国からで放送されたことをきっかけに観光地として一躍有名になりました。今回、このような大きい観光地などを訪れて感じたことは、とにかく海外からの観光客の方がとても多いなということでした。もう半分以上は海外からのお客様なんじゃないかなと思うほどです。最初は結構曇っていたのですが、だんだんと晴れ間が広がってきました。ラベンダー畑のある場所で夫と立ち止まって見ていたら、写真撮るからどいてと言われました。でも幸せなら OK です。ちなみにいろいろ調べてみたところ、訪れる際のおすすめの時間帯は朝だそうです。日差しが当たらないため、花びらが閉じているラベンダーが色が濃く見え、写真映えするとのことです。お土産屋さんに入りました。入った途端にものすごいラベンダーの香りがふわっとこう立ち込めておりました。ラベンダーはとても香りが強く、ハーブの女王とも言われています。香りの効能としては、頭痛や月経痛、肩こりなどの痛みの緩和や、日焼けや肌荒れ、かゆみにも効果があるそうです。こちらのお土産屋さんではエッセンシャルオイルと、入浴剤を数種類ほど購入しました。こんな香るうちわもありました。入浴剤は1個単位で販売されているので、配る用のお土産などに良さそうな感じです。食べ物しか頭にないのかよって感じで申し訳ないんですけれども、一番楽しみにしていたラベンダーソフトクリームをいただきました。想像していたよりも結構強めにラベンダーが香りました。とっても美味しかったです。こちらのとても幻想的でファンシーな建物はドライフラワーの家だそうです。日本最大規模のドライフラワーアレジメントの展示スペースがあります。花の本場オランダのフラワーデザイナーであるレン・オークメイド氏によって手掛けられた華やかなアレジメントがたくさんありました。続いてこちらはラベンダーからエッセンシャルオイルを抽出するための蒸留工場だそうです。今の時期にはラベンダーオイルと蒸留の際にオイルと一緒に抽出されるラベンダー蒸留水が販売されています。少し歩き疲れたので、ポプリの家というところのカフェスペース的なところで少し小休止しました。お花畑が一面見渡せるのでとても綺麗でした。帰り道、小さめのカエルが、砂利道で迷子になっていたので水路に戻しました。元気でやっていってください。
ファーム富田さんの次は道の駅白金ビル家へ向かいます。到着して驚いたのが、ループという電動キックボードがレンタルされていました。これを利用して青い池へ向かっている人もお見かけしました。道の駅としては少し規模が小さめなのですが、かわいいお土産がたくさん売っていました。この時結構時間があったので、もし空いていたら青い池にも行ってみようという話になっていたのですが、ご覧の通り長蛇の車の列がなされていましたので、この日はおとなしく旅館へ行くことになりました。さて、旅館に到着しました。今回お世話になるのは森の旅亭美瑛というお宿になります。冒頭にも申し上げました通り、1ヶ月以上前から計画をしていたので、とてもワクワクしております。とにかくお風呂に何度もゆっくり入りたくて、露天風呂付きのお部屋にいたしました。泊まらせていただき、心から感じたのは、スタッフの方が本当に笑顔でお優しく素敵なご対応してくださったということです。ありがたいです。美瑛の白金温泉をネットで調べたところ、地下から湧いたプラチナの価値を得たようだということから、白金温泉と命名されたそうです。神経痛や動脈硬化症、慢性皮膚病などにも効果があり、現在では別名若返りの湯とも言われているそうです。恥ずかしいことに私はとても貧乏症な性分のため、お部屋のお風呂にたくさん入りました。旅館のお料理もとっても美味しかったです。こちらのポエム、詩は料理長の方が作られたそうです。お夕飯を食べながら明日のスケジュールや、他に行きたい場所などを2人でまた考えたりして、ゆっくりとした時間を過ごさせていただきました。本当にどれもすべてお料理は美味しかったです。ちょっと今回結構動画が長くて途中で疲れてしまったという方がいましたらすいません。